こんにちは、パワミです。本日はパワーオートメイト初心者向けにパワーオートメイトの基本的な仕組みと操作方法を解説します。本日の内容です。まずはじめにパワーオートメイトとは何かについて簡単に復習した後、パワーオートメイトの基本的な仕組みについて解説します。次にパワーオートメイトで簡単なフローを作る操作デモをします。最後にパワーオートメイトでよく使うコネクタをいくつか紹介します。今回は初めてパワーオートメイトを使う人向けに基本的な仕組みや操作方法を解説しますので、パワーオートメイトを使い始めたばかりの人はぜひ最後まで見てください。このチャンネルではパワー BI、パワーアップス、パワーオートメイトとパワープラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。Twitter、ブログでの情報発信もしています。まずはじめに、パワーオートメイトとは日常のあらゆる業務で行っている作業を自動化できるツールです。パワーオートメイトのほか、パワーアップス、パワー BI 等がパワープラットフォームとして知られています。パワーアップスはビジネスアプリを作れるツール、パワー BI はデータを可視化して意思決定につなげるツールです。パワーオートメイトは例えばメールで請求書が届いたとき、Teams に自動で通知すると、ウェブ上で行う操作の自動化ができます。また、パワーオートメイトとパワーオートメイトデスクトップの違いも簡単に説明します。主な違いは、パワーオートメイトがメールやシェアポイント等ウェブサービス上の操作の自動化に限られるのに対し、パワーオートメイトデスクトップはデスクトップアプリの操作やフォルダーからウェブサイトへのファイルのアップロード等の操作も自動化できる点です。この動画は左のパワーオートメイトについての説明になります。パワーオートメイトとは何か、どういったことができるのかを詳しく知りたい人は、以前の動画パワーオートメイト入門10分でわかるパワーオートメイトでできることはを参考にしてください。次にパワーオートメイトの基本的な仕組みについて解説します。パワーオートメイトは何かをトリガーにフローの実行を開始し、設定したアクションを上から順に自動実行してくれる作業自動化ツールです。トリガーは自動実行を開始する条件の設定で、一番上の一つしか設定できません。例えば、Outlook メールの受信をトリガーに Power Automate Flow を開始する等の設定ができます。アクションはトリガーの後に自動実行する作業の設定で、複数設定することができます。上から順に実行され、最後まで実行されたら Power Automate Flow の実行が完了します。例えば、シェアポイントや OneDrive にファイルを格納したり、Teams に通知をしたりといったアクションを設定できます。これらのトリガー、アクションは、パワーオートメイトから接続可能ないろいろなサービス、コネクターを選択して設定します。コネクターは様々なものがあり、例えば Outlook、Gmail、SharePoint、Excel 等があります。例として、Outlook で請求書のメールを受信したら、メールの内容を SharePoint リストに格納し、Teams で通知する Power Automate Flow を考えてみます。まずはじめに、トリガーに Outlook のコネクタを使い、メールを受信したら Power Automate Flow を実行開始します。この時、トリガーの条件に、件名に請求書という文字が含まれることや、発信元のメールアドレス等を指定できます。トリガーの次にアクション1ではコンテンツコンバージョンというコネクタを使い、受信したメールの本文を HTML 形式からテキスト形式に変換します。トリガーで設定した Outlook メールの受信で、メールの件名やメール本文の情報を取得することができます。このようにトリガーやアクションで取得した情報は動的な値としてそれより下に設定するアクションで使うことができます。
動的な値についてはこの後の操作デモでまた説明します。メール本文は HTML 形式で取得されるため、そのままシェアポイントリストに登録するとヘッドタグやボディタグまで表示されてしまうため、ここで一旦テキスト形式に変換します。次にアクション2ではシェアポイントのコネクタを使い、シェアポイントリストに受信メールの情報を登録します。シェアポイントリストにメール件名とメール本文を登録する場合を考えます。メール件名はトリガーで Outlook の受信メールの件名情報も取得していますので、これを動的な値として設定できます。メール本文はアクション1でテキスト形式に変換したメール本文の結果を動的コンテンツとして設定します。最後にアクション3では Teams のコネクタを使い、指定したチームのチャンネルに受信したメールの内容を通知します。この時もアクション2と同様、トリガーやアクション1で取得したメールの件名やメール本文を動的な値として設定すれば、受信メールの内容をチャンネルに通知することができます。それでは実際に今説明したパワーオートメイトフロー作成の操作方法をデモします。まずパワーオートメイトを開き、作成から自動化したクラウドフローを選択します。フロー名を入力し、トリガーは Outlook で検索します。Outlook コネクタで新しいメールが届いたときというトリガーが見つかりますので、これを選択して作成します。これで Outlook でメールを受信したときをトリガーに、このパワーオートメイトフローが開始されます。フローで実行するアクションはトリガーの下に新しいステップとして追加していきます。ちなみに Outlook メールを受信したときの詳細オプションを表示すると、受信メールの条件として差出人や件名フィルターを設定することができます。例えば件名フィルターに請求書と設定すると、件名に請求書という文字が含まれていたときのみこのフローを実行することができます。次に新しいステップを追加し HTML で検索します。コンテンツコンバージョンというコネクタの HTML からテキストというアクションを選択します。ここではトリガーで受信したメールの本文を HTML 形式からテキスト形式に変換します。コンテンツの入力フォームをクリックすると、ポップアップで動的な値の候補が表示されます。この動的な値はトリガーで設定した Outlook コネクタの新しいメールが届いたときのステップで、受信メールの件名や本文等の情報が自動的に取得され、その後のアクションで使うことができるようになっています。このように各ステップのトリガーやアクションで実行した結果、取得された情報はパワーオートメイトが自動的に保存してくれ、後のステップのアクションで動的な値として設定できる情報の候補を表示してくれます。自分でプログラムを書くときは、何のデータを保存するか、どのデータを指定するかはすべて自分で書く必要があります。パワーオートメイトはローコードプラットフォームなので、これらのデータを自動で保存し、設定するときも使うことのできるデータ候補を動的な値として表示してくれるというわけです。今回は動的な値からトリガーの Outlook メールが届いたときに取得されたメール本文を設定します。パワーオートメイトが自動で保存してくれる動的な値の他にも、自分で変数を設定することもできます。変数の設定についてはまた別の動画で紹介したいと思います。さて、次のステップでは
SharePoint コネクタを選択します。そして項目の作成というアクションを選びます。この項目の作成というのは SharePoint リストに新しく一つのレコードを登録するアクションです。今回メール情報を格納する SharePoint リストをあらかじめこのように作成しておきました。SharePoint リストの作成方法については以前の動画パワーアップス入門 SharePoint リストでのデータベース作成で解説していますので、詳しく知りたい方は参考にしてください。項目の作成アクションで SharePoint サイトのアドレス、リスト名をドロップダウンで選択します。すると自動的にリストの列名が表示されるので、追加数列のデータをそれぞれ指定します。タイトル列には先ほどと同様、動的な値で新しいメールが届いた時の件名を設定します。コンテンツ列は一つ前のアクションで HTML からテキストに変換した結果のプレーンテキストコンテンツを指定します。これで SharePoint リストへの登録の設定もできました。最後のステップでは Teams コネクタを選択し、チャットまたはチャンネルでメッセージを投稿するアクションを選びます。投稿者は PowerAutomate のフローボット、投稿先はチャンネルを選択します。チーム名、チャンネル名もドロップダウンで選択し、最後に投稿するメッセージを入力します。例えばこのように件名、本文をメッセージで投稿するようにします。この時件名はトリガーで取得したOutlook の件名を選択します。本文は HTML からテキストに変換したプレーンテキストを設定します。もし特定のユーザーへのメンションをしたい場合、@タグを使ってメンションの設定ができます。コードビューのアイコンをクリックすると、自分で HTML コードを書くことができます。一番上にタグで囲い、ユーザープリンシパルネーム、組織で使っているメールアドレスを入力します。これでフローが完成したので保存してテストをしてみます。Outlook で件名に請求書と名前がついたメールが届くと、Teams に通知が来ました。開いてみると、メールの件名、本文がちゃんと表示されています。SharePoint リストを見ると、今受信したメールの情報が登録されていました。また、PowerAutomate の実行履歴からそれぞれのフローの実行結果を詳しく見ることもできます。ここでは各ステップでどういった情報が入力され出力されたかの情報が詳しく見ることができるので、エラーが起きた際のデバッグにも使うことができます。このような感じで PowerAutomate のフローを実装していくことができます。最後に PowerAutomate でよく使う主なコネクタをいくつか紹介します。例えばメール関連のコネクタとして Gmail や Outlook 等のコネクタはよく使うと思います。今回デモしたようなメール受信をトリガーに設定したり、メールを自動で送信したりするアクションに使います。また Office365 関連のコネクタとしてOneDrive、SharePoint、Excel Online、Forms、Teams 等のコネクタもよく使います。今回デモしたようなアクションの他にも OneDrive にドキュメントを格納したり、Excel に行を追加する等のアクションがあります。その他にもいろいろなコネクタがありますので、どんなことができるかについては
本やインターネットで調べてみると良いと思います。パワーオートメイトの基本操作やいろいろなコネクターについて紹介されている私の参考にしている本も概要欄に貼っておきます。本日はパワーオートメイトの基本的な仕組みと操作方法を解説しました。パワーオートメイトはメールや Office365 サービス等さまざまな Web サービスと連携し、作業を自動化することができます。ただし、SQL サーバーや Azure サービスの一部等はプレミアムコネクタとなり、有料の追加ライセンスが必要なので注意してください。Office365E3 ライセンス等を持っていれば、パワーオートメイトもライセンスに含まれていると思いますので、ぜひ身近な作業の自動化に使ってみてください。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。